自己肯定感泥棒にご注意を。いくら気をつけて暮らしていても、うっかりを踏むように良くない状況に巻き込まれることがある。そんな時は、状況と自分の間に因果関係を見出すような運命論的な思考にはまらないように気をつけよう。どうしてよりによって私だけこんな目に遭うの？今月の星占いは良くなかったけど、やっぱり。こんなことになるのは全部自分のせい、などと考えてはいけない。自分がどれだけ善良に生きてきたとかは関係なく、ただ普通に起こる事件もある。だから、どんな状況にぶち当たっても、私たちはそれに傷ついて落ち込まなくてもいい権利がある。社会生活をしていると、もう大抵の変な人には会い尽くしたと油断する頃に、新しいヤバい奴が現れる。全く世の中にはどれだけ多種多様なヤバい奴が存在するのかと感心してしまう。中でも特に、マウントを取って相手をそれとなく気後れさせ、自己肯定感を損なわせる自己肯定感泥棒に出会った時は気をつけなくてはいけない。奴らは普段は息を潜めて隠れていて、心が弱っている人を見つけると本能的に接近してくる習性がある。かつて辛いことがあるたびに、いつもそばで慰めてくれる人がいた。ある日、久々に私にいいことがあった。するとその人は突然私の頑張りを過小評価し、あんたにはもったいなさすぎる出来事というニュアンスを匂わせた。そう、その人はそれまで不幸な私と自分の現在を比較して、相対的な優越感によって自分の存在を確認してきたのだ。一方、辛い時だけ頼ってくるタイプの自己肯定感泥棒もいる。もちろん、辛い時に自分を頼ってくれる人がいるというのはありがたいことだ。それだけ私が信頼できる人間だということだから。けれど、何事もほどほどが重要というもの。時と場所に関係なくだらだらと口を垂れ、吸血鬼のようにこちらの元気をチューチュー吸い取っては、挨拶もなしに消えていく人がいたら、適当なところでストップと叫ばなくてはいけない。他人の感情のゴミ箱をやり続けていると、お互いにだんだんそれを当然に思うようになり、感謝したり恐縮すべき適正ラインを見失う可能性もある。そうやって当然でないことを当然のように続けていると、自己肯定感にまで影響を及ぼす恐れがある。こんな時は原因を探したり状況を変えようとするより、自分で対処できる行動を取るのが良い。まず、誰かに自尊心を傷つけられそうになったら、スポンジではなく反射板になろう。相手の言葉や行動をスポンジのように吸収せずに、反射板になってそのまま跳ね返すのだ。目には目を、歯には歯をと仕返しするのではなく、ただ、度を越したということを相手に分からせるだけでいい。それが難しければ、無対応を貫いて距離を置くのもあり、対応するだけの十分なエネルギーがないときに、自らを葛藤の中に置くことは、自分を傷つける行為になりかねないから。重要なのは、過去に相手がかけてくれた行為と、現在自分が受けているストレスとは、別のものだと分けて考えなくてはいけないということ。誰かが私に好意をかけたり、犠牲を払ったからといって、私を傷つける権利はないのだから。本当に私を大切に思ってくれている人なら、私が自分自身を嫌いになるようなことはしないはず。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、怠けてるのではなく、充電中です。昨日も今日も無気力のあなたのための心の充電法という本をご紹介します。皆さんは今日も元気ですか？こんな方はいらっしゃらないでしょうか？人に迷惑をかけないように、努めて普通の大人でいるために、気を張り詰めすぎて疲れている。なぜか力が出ない。何をしても心から楽しめていないし、本当はいろいろなことが面倒に感じる時もある。人前ではわざと明るい笑顔になるけれど、一人になると心が疲れている。こんなタイミングって、大なり小なり誰にでも訪れると思うんですよね。本書は、そんな心が空っぽになりかけてしまった時に、気持ちに寄り添い背中をさすってくれ、空になってしまった心を充電してくれる本なんです。著者は韓国のイラストレーターであるダンシングスネイルさん。彼女は長い間無気力、
うつ、不安症を患っていたのですが、まずは自分自身のケアから始めるために、自分を慰め、心の中の思いを吐き出したイラストエッセイが本書なんです。個人的には共感力 100% の内容で、どれも、あるある。確かにこんな部分で気持ちがすり減っちゃうんだよね、なんて思うものばかりです。しかも、そこから心を充電する方法には、そんな考え方もあるんだ、なんていう発見もあったりと、癒しと気づきが両方得られる素敵な一冊になっています。イラスト主体で進行する物語もたくさんあり、とっても気軽に読めて、それなのに深いっていうところも非常にポイントが高いです。本書にはたくさんの心を充電する物語と、心を充電する私だけの小さな儀式が紹介されているのですが、本動画ではこの雰囲気をご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。不安な幸せ、安定した不幸。偶然の不幸に運命というラベルを貼った瞬間、すべての物事が簡単になった。運命のせいにしてその後ろに隠れてしまえば、それ以上幸せを夢見る必要も、今の状況を改善しようと努力する理由もなくなるので、実に便利だった。悲観主義に味を占めた私は、それまでに降りかかった不幸な事件をかき集めてきて、それらしい心情を作り上げた。ほらね、こうなると思った。やっぱり私はこうやって生きていく運命なのよ。喜びを味わうべき瞬間にも、これがいつ消えるのかにばかり神経を尖らせていた。不幸に対してだけは目いっぱい敏感になっているので、実際に良くないことが起こりでもすれば、より強い感情反応とともに脳裏に深く刻み込まれた。こういう偏った感情の記憶が長い時間刷り込まれると、不幸に慣れてしまう間違った思考回路が定着する。すると、その思い込みはそのまま事実にもなる。マーフィーの法則では、神が世界を創造するときに、いくつか普遍的な法則を作っておいたというのだ。例えば、こういったもの。パンはジャムを塗った面が床に落ちる。レジは隣の列の方が必ず早く進む。バスタブに身を沈めた途端、電話が鳴る。こういうジンクスは大抵事実でもない上、誰かが勝手に作ったものに過ぎない。悲観主義は挫折したり、傷つくことを恐れて、弱くなった心が生み出す不安を餌にして育つ。子供が転んだ時、周りが大騒ぎして心配すると、子供はすぐに泣き出すけれど、大したことないと笑ってやると、子供もつられて笑い出す。それと同じで、私たちが不幸な出来事に強く反応すればするほど、自分の中で関連化されやすくなる。その罠にはまって、偽物の思考に振り回されないように気をつけよう。そして、時々訪れる、まろやかな幸せの瞬間をもっとしっかり味わおう。空っぽの心を充電する私だけの小さな儀式。自由気ままに生きたいけど勇気が出ないとき。もう好きにやらせてと思うときがある。そんなときは、1個買うともう1個おまけのときに1個だけ買う。他人の目を気にせずにコーディネートする。顔を洗わないで寝る。私の小確発。厳しい現実にヘトヘトになり、明日にも期待できないとき、もう好き勝手に生きたくなる。でもなかなか勇気が出ないなら、小さいけど確かな挑発をしてみよう。トイレットペーパーをいつもよりほんのちょっと長めに取るとか、些細な義務感を無視するだけでも日常から脱皮した気分になれるから。今すぐどこか遠くへ行けなくてもどかしいときは、旅行者のふりをして近所を回ってみるのもおすすめ。変だと思うかもしれないが、これが結構面白い。人生にはやるべき理由も特にないが、やってはいけない理由があるわけでもない無駄なことがほんの少し必要。それらは日々の生活をより多彩に、より楽しくしてくれる。他人の視線を少し意識しないようにするだけでも、日常的な行動からほんの少し外れてみるだけでも、はるかに面白い今日が送れるのでは。
心の中で限界を決めない。今から始めてももう遅いのでは。やってみてうまくいかなかったらどうしよう。心をかき乱す言葉がもくもくと浮かんでくるとき、ありきたりな答えを聞きたくなる。大丈夫。何かを始めるのに遅すぎるなんてことはない。やってみもしないで諦めるの？全部うまくいくよ。などなど。でもおそらく私たちは答えを知っている。今から始めるにはもう遅すぎるということも、頑張ってもダメかもしれないということも。しかしだ。ちょっと遅かったから何なのだ。ちょっと間違った選択だったら何なのだ。私たちが望んでいるのは絶対的な正解でもありふれた慰めの言葉でもないかもしれない。本当に必要なのはどんな結果になってもまあどうにか生きていけるという自信だ。子供の頃は何だって夢見ることができたのに、今や世の中にはベストを尽くしても叶わないことがあるという事実を知る臆病者になり下がり、夢の品定めをするのに忙しい。だから頑張った後の結果が怖いときは、大抵二つのうちどちらかの態度を取る。私は全然期待していないからダメでも構わないとあらかじめ希望をしまい込んでしまうか、とにかく絶対にうまくいくという肯定の呪文を唱えるか。どちらの態度も予想と違う結果に傷つかないようにするための合理化の一面である。おそらくその奥にある本音は、うまくやりたいけどがっかりな結果にならないかとても不安ではないだろうか。がっかりしないように守りの姿勢で何かをやるのと、不安な気持ちを認めて挑戦するのとでは全く異なる結果をもたらす。前者は不安から目をそらすのに莫大な心理的エネルギーを消費するので、自分の力を最大値まで発揮できるわけがない。私たちは学校でルールと枠組みに合わせる練習はたっぷりしてきたが、砕け散ってもまた立ち上がる方法を習う機会はあまりなかった。どんどん変化する世の中でまっすぐ突っ張ってばかりいたら、いつかそのままぽっきり折れてしまうかもしれない。もしかしたら砕けやすくても、その砕けたかけらを拾い集めてすぐに立ち上がれる人が最後まで生き残れる人なのではないだろうか。未知の世界にあるのは不安だけではない。ワクワク、好奇心、興味といったものは予測可能なところからは絶対に得られない。不安を胸に自らを人生という海に放り込んだ人だけが波を楽しむことができる。恐れるべきは世の中ではなく、最初から限界を決めてしまう自分自身かもしれない。空っぽの心を充電する私だけの小さな儀式。宇宙全体から嫌われているような気がするとき、嫌われる勇気を出したからって嫌われることが平気になるわけじゃない。誰かに嫌われているかもしれないという感覚はとても辛いものだから。全員から好かれることは不可能だし、自分も全員を好きになることはできないって分かっていても、何の役にも立たないことがある。そんな時は考えるのをやめて、確実に自分を愛してくれている人に会いましょう。他人の気持ちに当たりをつけても、それはあくまでも自分だけの想像に過ぎない。にもかかわらず不安が頭をもたげるときは、絶対に自分の味方についてくれて安心できる人たちと時間を過ごそう。もしくは一人でいるのが有効な人もいるだろう。いろいろ試してみて自分に合った対処法を見つけよう。重要なのはその都度相手の態度の意味を考えるのではなく、相手は私のことが好きで私を尊重してくれる状態がデフォルトだと信じること。この世に嫌われることが平気な人は一人もいない。だから嫌われることにクールでいられなくても心配しないで。本当に嫌われる勇気とは、無理して平気なふりをすることではなく、自分を好きな人も嫌いな人も同時に存在するという事実をそのまま受け入れること。長い長い無気力症。実際より美味しそうに見える料理の写真のように、現実の自分よりはるかに幸せそうな SNS の中の私を見て、虚しさに押しつぶされそうになる日がある。何をしても面白くなく、
何もかもが面倒で無意味に思えるそんな日。気づいたらそんな日が増えていて、のしかかる無気力感がどうにかこうにか生きていた私の日々を蝕んでいた。その長く恐ろしい無気力の沼を抜けて分かった。どれだけ疲れ切っていたのか。現代人にとって若干の憂鬱や無気力感は風邪のようなものだという。普通の大人になるのでさえ大変で、食べていくのに精一杯の無気力になりやすい社会を生きているから。もちろん人によってはある程度時間が経てば風邪と同じで自然に回復することもあるが、無気力な自分を長い間放置しておくと、それが実際に自分の一部になってしまうこともある。一番怖いのは、そんな自分に自ら烙印を押してしまうことだ。私はもともと怠け者、元から意志の弱い人間なんだと。この世にもともとそんな人はいない。みんなそれぞれの事情や理由がある。そしてその理由を一番よく理解して元気づけてやれるのは自分自身だけだ。空っぽの心を充電する私だけの小さな儀式。通勤ラッシュ中に魂が家出したとき、目を閉じて音楽に集中する。ここはクラブだと思って心の中で踊る。ここに存在するのはビートと私、そしてつり革のみ。終点でなんてことない顔をして降りる。どんなに満員の電車でも楽しく生き残る自分ならではの方法を見つけた。それはズバリ観察と想像。女性たちの当たり障りのない雑談をこっそり盗み聞きしたり、遠い将来有名になってインタビューを受ける想像をして、その時に喋ることを今から考えておいたりする。楽しい想像はいつどこでも目さえ閉じればタダでできるから、なんてお手軽。何一つスムーズにいかない毎日、絶対に楽しいはずがない状況の中でも、レモンをぎゅっと絞るように楽しみを絞り出してみよう。冷たい都市で過ごした長い一日の終わりに、疲れた心に爽やかな潤いを与える自分だけのお楽しみってなんだろう。諦めることと執着しないことの違い。夢見ていた理想の人生から一つ、二つずれ始めると、他のこともすべて意味がないように思えてきて、挫折感がさらなる挫折感を生み、すべて諦めてしまいたくなった。古の賢者たちは、執着を捨ててこそ望むものを手に入れられると言ったが、執着を捨てるというのは一体どういうことなのか。ある有名な漫画家がこう語っている。諦めが手を引くことだとすれば、運命として受け入れるというのは、また別の道を作って前に進んでいくことだ。何の行動もせずに受動的にいつもしらけた態度をとって運命を嘆くのと、淡々と運命を受け入れるのとでは、全く姿勢が異なる。こんな運命なのに私に何ができる？なるようにしかならないというのが前者で、こういう運命だから自分でどうにもできないことは素直に受け入れ、何ができるか考えてみようというのであれば、それこそ運命を克服する生き方だろう。執着を捨てれば向こうからやってくるというのはスピリチュアルな話や魔法の呪文の類ではない。それは今すぐ変えるのが難しいことにはしばししがみつくのをやめて、今できることに集中しようという意味だ。誰でも面白いことや楽しいことをしているときは時間が早く過ぎるのを経験したことがあるだろう。まずは自分にできることに集中して過ごしてみれば小さな達成感が得られるはずであり、そうしているうちに時間があっという間に流れて不幸に感じる時期をうまく乗り切ることができる。自分を取り巻く世界がどこか間違っていると思うなら、自分がそれを見つめる視点を変えてみる方が早い。そうやって積み重ねた小さなポジティブは連鎖作用を引き起こす性質があるので、過去に諦めてしまった何かにもいつかきっと近づけるはず。すべてを計画通りに進めることの反対語は、諦めることではなく、執着を捨てて流れに任せること。誰にでも心が空っぽになってしまうことはある。そんな時、自分を責めたり、
無理やり元気を注入したりする必要はない。あなたはあなたであるだけで貴重な存在だし、まずは今自分は落ち気味だなって認識するだけで十分といった具合に温かくて優しいサポートをしてくれるんですよね。落ち込んでいる時に読んだら絶対に癒されるでしょうし、落ち込んでいない時に読んでも自分や知人が落ちていたらこう考えてあげようって思える本なんです。また、イラスト自体もとっても可愛くて、ただぼーっと眺めているだけでもいいかもなって思います。無気力になっている時には活字を眺めるのも億劫になったりするでしょうから、そういう意味でも素敵なアプローチだなと思いました。今の自分を徹底的に許してあげながら、日々ほんのちょっとした幸せを感じていけるといいですよね。そんなとっても素敵な一冊ですので、興味のある方はぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。